ここは光の届かぬ海底2万メートル。もしも願いが叶うなら、水平線の彼方に昇る日の光をもう一度。それは海よりも深い私の秘密。皆様こんにちは。すぐみモデラーのたまです。今回はタミヤ製 DJ-JS11 を制作しますよ。とても古いレアキット。以前にとあるキットと抱き合わせ商法で入手しました。歴史を感じる箱のやれた質感。この時代の商品ラインナップが親父たちを泣かせてきます。激渋なヘルメットの配色。良い時代ですね。当時価格1500円。おそらく再販品だと思われます。美しくも大敗的なフォルム。ほんの少し歴史を探りながら進めてみたいと思います。開封するとビニールがほんのりと変色しているレトロ感。ですがこの時点でタミヤ様の品質の良さも感じます。DFV が独壇場のイカれた時代。古いフォーミュラキットに手を出すとこの光景を見続けることになります。タイヤも綺麗な状態ですがバリはがっつりございます。ドライバーフィギュアはもはやどれが何用かわからないほどございます。残酷な時の流れには逆らうことはできず、鮮やかなホワイトがベージュになるほど壮絶。あなた、ようやく途方もない罪時間から解放されますね。貴重な説明書。もう一冊は外国語に対応したものも同封されています。今となっては少々奇妙なフォルムを再現するために、難易度は高めに設定されているのがわかります。指示のほとんどがエンジンとシャシー関連。デカールの指示はシンプルにまとまっています。基本色はフレンチブルーが指定されています。以前にタミヤスプレーから摘出したものを使います。ミュージアムコレクション製の専用デカール。とても美しいホワイトが目に飛び込んできます。ですが後にこのデカールの硬さに悩むことになるのでございます。海のように深いブルーにここをときめきます。そして少し深度を稼ぐと深淵の闇が待ち受けます。美しいものにも心の闇がございます。成型色にクリアを吹きつけても問題ないくらいに綺麗ですね。嫌がらせに近い箇所にランナーがつながっていたので下地処理に時間がかかります。パーティングラインと思わしき筋も削っておきました。すでに飽きてきたので先に進みましょう。忌々しい DFV エンジンの原型。この塊を見ていると体が恐怖で震えてきます。しかしやらなければならない。この世界は残酷でございます。エンジンだけでこの部品数。
組み立て方は体が覚えてございます。液パイだけは番号を確認しながら切り離しましょう。大嫌いなこの組み立て。きっと世界に数%存在する変態モデラー様は、薄気味悪い笑顔を絶やさずこなしてしまうのでしょうね。これで何期目の DFV かわかりませんので、液パイの組み立ても手慣れたものだと自分でも感じます。しかしそのおごりが油断を招きます。この集合部分の部品が間違っており、後に別の短い部品だと気がつくことになります。V 型8気筒の EV 配管は形になりました。ちなみにこの短い集合部分が正解。まさかこんな別のランナーになっているとは、当時の開発者様の北総 M 姿が想像できます。ボディカウルの下地にはおサフ。ブルーは塗れば塗るほど色が濃くなるので下地処理が必要です。そしてタイレル P34 の時に希釈しておいたおサフを使います。きらびやかな光を呼び起こす青。広大に輝く青は私たちの心を温かくします。そしていよいよ太陽が昇った海のようにまばゆい青に染め上げます。深海のように沈み切ったブルー。本当の色を思い出させてあげます。乾燥までしばし片隅でお過ごしください。小さなパーツも膨大な数で攻めてきます。ここで何やら配達屋さんが来てくださいました。ついに来ましたね。延期を続けるじらしプレイにもむしゃくしゃしていたところです。申し訳ございませんがリジェ様には放置プレイを楽しんでいただきます。そして我ながら驚異のスピードで完成させ、この無数に生産されたピンクピックの一台を世に放つことができました。その美しいフォルム、
優雅で愛おしい少女からすぐみが何たるか体で教えていただきました。美しすぎて恐縮でございます。さあ、アップロードして、と。あなたはこれから長い押し入れ生活をしていただきます。そして間髪入れずにリジェを再開。もう気でも狂ったのかというほどにプラモ漬けの日々。地獄へ向かうレースは止まることはできないのでございます。実はこのデカールを扱うのは2度目。プラモを再開した頃に同じキットを製作しています。ですのでこのデカールの癖を把握してございます。純正デカールとの差が凄まじいですね。長い日々をすっぱだかで過ごしたおかげでひどいありさまですね。タミヤ様の説明書に着色したと思われるデカール指示がございます。デカール作業に必要な工具は何気に多く、デザインナイフは台紙からカットするものと、カウルをまたぐときにデカールをカットする2種類がございます。少し腰が硬い筆はデカールを曲面などに追従させるときに使います。軟化剤はタミヤ様のデカールフィット、スーパーハードという強力なものを愛用しています。溶剤成分を含まないのでデリケートな塗装面や水性塗料の上からでも使用可能なデカールフィクサー。爪楊枝は位置合わせやデカールの下に潜り込ませて浮かせたりするのに使えます。綿棒は極細タイプ。消費量も多いので常にストックがございます。先端に少し水を含ませて使うとデカールに貼り付かないのでおすすめ。キッチンペーパーにデカールを剥がした台紙を置いて行きます。水はまだ常温でも問題なし。冬場はぬるま湯がベストですね。ピンセットは武器のごとく尖ったタイプと、平ら型のが個人的に使いやすいです。安物なので尖ったタイプの先端は少し広がってきちゃいました。そしてドライヤー。無理難題な局面にも熱線で強制的に密着させます。デカール作業を始めるには事前に用意しておくのが鉄則。焦るとろくなことがないですよ。品質が良いデカールは水に浸してすぐに剥がれます。デカールフィクサーを塗り塗り。硬いデカールにしょっぱなから苦戦します。これは時間がかかりそうですね。ロングデカールを貼るときはこの硬さが助かります。平面に貼るとき限定ですけどね。綿棒でコロコロしているだけでは全く密着しません。デカールの数は少ないのですが面倒な箇所は多いです。カウルの形状とラインが一致するように確認しないといけません。毎回ドライヤーを使ったりで想像以上に体力を使います。今夜はここで力尽きてしまいました。
そして翌日、帰宅してまた模型制作の開始。このデカールがこのキットの最難関。本来は先にこのデカールを貼ってからサイドのラインを貼るのが正解。硬くて分厚いデカール。軟化剤をドパドパぶたけてやります。ドライヤーでなんとか形になりました。リアウイングの翼端板には白枠のライン。リベットの膨らみがあるのでデカールが引っかからないように注意。大判デカールはパネルをまたぐ箇所があるので慎重に。仮組みをしてから貼らないと位置合わせが困難です。デカールが切れることもなく一安心。仮組みを解除するときも慎重に。急ぐとデカールや塗装が割れちゃいますよ。フロントノーズも曲線が複雑で作業は難航します。文字同士が微妙なつながり方をしているおかげで難易度が爆上がりです。チタンはフランスのタバコブランド。歴史はなんと1910年から始まり、ジプシー女性のシルエットが特徴的です。現在フランス国内での生産は停止され、スペインを経て、2021年からはポーランドの工場で生産が続けられているそうです。カーナンバー25はジャック・ラフィット。フランス出身の彼はレースデビューが26歳の遅咲きタイプ。F1 には30歳を超えてからの参戦だったそうです。当時は弱小チームだったウィリアムズからの参戦。1976年にリジェのエースドライバーとなり翌年に初優勝。リジェにとても初の F1 勝利を挙げたそうです。日本のトップフォーミュラにおける初の外国籍選手の優勝も獲得しました。その後42歳となる1986年まで F1 を走り、多くのファンを楽しませてくれました。無機質なカウルもデカールを貼り終えると、往年のレーシングカーへと早変わり。まだ生きる力がみなぎっているようです。仕事、プラモ、動画編集。淡々と同じ作業の繰り返し。別のことに集中する時間も大切にすることを心がけるようにしています。20年以上乗っている自転車のタイヤ交換とメンテナンス。深夜でも部屋で作業できるのが良いですね。これでまた快適に走れます。太陽の光を浴びた金色の波がどこまでも広がります。頬を撫でる風に心地よい透明度を感じます。今日は少し秋の匂いがしました。夜にはお月見。38万キロ彼方へ光の旅。コペルニクス。静かな海。そして直径85キロのクレーター、ティコ。
数十年前では想像もつかなかった光学レンズ。満月の夜に思いを馳せます。そしてしばらくその場でほうけて何もしない時間を過ごします。地べたに座り込んで、虫の声と、季節が移り変わる風の音。私の心はほんの少し暖かくなります。さあ、お家に帰って続きをしましょう。現実に戻れば電磁波岩盤の作業部屋。撮影用の照明が脳を突き破ってきます。親愛なる DFV エンジンの続き。数々のプライベートチームに希望を与えため息。説明書の指示では泥臭い地味な配色なので自己流でいきます。カーモデルは実茶通りにしないとダメ。これはすでに古の教えでございます。そして乾燥待ちにボディカウルを進めます。クリアには安定のガイア EX クリア。またストックが減ってきたので補充しておかないとね。カウルの乾燥待ちにエンジンに戻ります。適当に作っているように見えて、実は案外と綿密な工程を経て進行しております。こういう極小パーツはランナーのまま塗装したり、薄刃ニッパーで雑に切り落としたり、時間短縮もモチベーションにつながります。あまりにも美しいメッキパーツ群。無機質なプラスチックに荘厳な光景を見出します。30年以上縛り付けられていたプラグコード。どんな精神でいたら耐えられるのでしょうか。テープの糊でベッドベトなので拭き取ります。今回は破損しないように要注意。タイレル P34 の時はデスビキャップをぶち抜いてしまいました。クリア塗装が乾燥しました。やはり柚子肌が目立つのと、デカールの厚みが際立ちます。2000番の紙や素で中研ぎをします。5ミリ厚の紙や素越しでもデカールの段差を感じ取れます。
さすがにこれ以上追い込むのはおっかないのでございます。とても古いキットですが精度は申し分ございません。本来ならセミグロスブラックに塗るエキゾーストパイプ。あまりにもつまらないので光り輝いていただきます。ずっと暗闇で暮らしてきたんだから、こんな隠れちゃう箇所くらいキラッと輝いてもいいですよね。こういうの見ているとバイクのキットも作りたくなります。なんという欲深きお姿。貧困前からダイヤの原石を見つけ出した心境でございます。この時代のリアウリングのステーは荒々しくて好みです。エンジンヘッドの文字はエナメル拭き取り技でございます。そしてついにエンジンの全貌を確認します。プラグコードを無理やり押し込みます。コードは交差させたりセンスよく並べてください。弾は適当ですけどね。そして重厚な内燃機関。フォードコスワス DFV エンジン。作るのはとにかく面倒ですが、完成した姿にしばし時を忘れます。中研ぎ後に洗浄したボディカウル。ここからは6000番から研ぎ出してみます。水滴でごまかされていますがデカールの厚みがまだ目立ちます。次は8000番。明るい青が不格好なクリアの厚みを隠してくれます。そしてセラミックコンパウンド。今回の研ぎ出しは初動に失敗しています。2000番と4000番でもっと追い込んでおくべきでした。コンパウンドはほどほどで終わっておきましょう。まあそれなりには光ってくれているので先に進みます。磨きにくいカウル形状が原因と言い訳しておきましょう。最後にシルバーを塗装しないといけないのでマスキング。コックピット周りもシルバー。デカールの上にマスキングはいつになっても慣れません。
毎度おなじみのスーパークロームシルバー2。シルバー系で一番お気に入り。決して焦らず慎重に剥がします。こんなところでミスったらすべてが台無し。うまく塗り分けできました。ちなみにカウルをかぶせたら全く見えなくなるのは内緒。マスキング玉は日々成長しており、近いうちにゴミと間違って捨てられると思われます。ドラッグレースに出場するかのごとく太いリアタイヤ。メッキ処理を嫌がるモデラーさんはたくさんいらっしゃいます。私はなぜかプラモのメッキパーツが好きなので嬉しい限りです。グランドエフェクト構造のマシン。ラジエーターの熱気を抜く機能がとてもスタイリッシュ。そこも指示通り塗り分けしてみましたが、全くもって見えなくなるので放置するのが一番良いですね。接着面が広がらないようにマスキングで縛り付けます。サイドポンツーンとラジエーター。現代に続く基本形の構造。しっかり接着できたのでマスキングを解除します。とても薄い車体が見て取れます。申し訳程度のロールバー。危険を引き換えにマシンとしての美しさは別格です。アルミニウム鋼板の支柱に守られレースを戦うのでございます。音もなく美しさが溢れてきます。薄いブルーとシルバーの組み合わせは澄み渡る空のようです。うっかり捨ててしまうところだったヘッドレスト。ミラーも装着すれば一気にディティールが加算されます。タイヤサイズが尋常じゃないほどの差がございます。まるでドラッグレースを想定しているようなサイズ感。バリは電動インパクトで削ってきます。
メッキとゴールドのコラボはなんとも贅沢な輝きを放ちます。紺碧の深き光をも拒む闇に、宝石のごとくあなたは静かに眠ります。瞳は星屑を宿し、サンゴの枝があなたを優しく包みます。深海の静寂にあなたの美しさは際立ち、月の光すら影を落とさない。太陽が昇る海の夢をあなたは見ていたの。それとも永遠の眠りについていたの。いずれにしても、あなたは美しすぎる。深海の宝石は永遠の輝き。DJ JS11 完成でございます。美しすぎて恐縮でございます。